今、動画制作に使用するためのホワイトボードアプリを作っていて、その進捗を動画にアップしてます。今日はある程度できてきたので、機能説明をしようと思います。前回と内容が被る部分がありますが、そこはご容赦ください。起動します。起動するとまずフルスクリーンでスライドが表示されます。メニューは表示されてなく、カーソルが表示されているのみです。このシンプルな画面が欲しかったんです。文字を書いてみます。ペンタブを使うことがこのアプリの前提ですが、ペンタブが接続されてないときはマウスを代わりに使います。色を変えたいときはエスケープキーを押します。ペンの色など、設定はこのメニューでできるようになっています。色指定はカラーピッカーで行います。これは EMV のサンプルをほぼそのまま使っています。これでペンの色が変わりました。もちろんアンドオンもできます。リドウンもやってみます。まずアンド、そしてリド。こんな感じですね。ペンの太さを変えてみます。筆圧に対応するため、2つのパラメータを使って指定します。筆圧が最低の時の太さ、そして筆圧が最大の時の太さです。今のところこの2つのパラメータで筆圧感度の調整も兼ねる設計としています。なぜか設定に難航しちゃってます。設定した太さで線を描いてみています。筆圧に対応し、線が太くなったり、細くなったりします。描画におけるアンド単位はストロークごととなっています。やってみます。リドウンもやってみます。こんな感じですね。ホワイトボード使って何かを説明しながら喋り、それをキャプチャして動画にしたいなって思ってたんです。実は早速この動画でやってみたんですけど、喋りがダメすぎて結局ほとんどナレーションを入れ直してます。このアプリとキャプチャだけでサクッと作れるかと思ってたんですが、ちょっと甘かったです。まあでも、とりあえずこれでいいっていうところまで作り込んでみようかなって思ってます。紙芝居的なプレゼン動画を作るのには役立つと思うんで。機能説明に戻ります。背景色を変える機能もつけました。ペンの色を変えるカラーピッカーを流用して色指定した後、背景色に設定ボタンをクリックするようにしました。ちょっと手抜きしてます。なので背景色を指定した後、またペンの色を元に戻さないといけないんです。手抜きのせいですね。続いて背景ビットマップの読み込みの機能です。これはスクリーンショット画像に書き込みしながら説明できたらいいのではと思ったので機能として付けました。今のところあらかじめ保存された画像を背景画像として設定できるのみです。スクリーンショットをその場で撮り、それを取り込んで背景画像にできればいいなとも思ってます。背景とストロークは別レイヤーになっています。なので元の背景画像を上書きすることはありません。なのでストロークだけを消すことができます。あら、白で描いちゃった。こんな感じでマーキングして補足しながら図の説明もできるってわけです。まあホワイトボードアプリでは普通にできそうなことばかりですが、このアプリではこのフルスクリーン画面をスライドと呼んでいます。このスライドを複数持てるように機能を追加しました。それではスライドを追加します。ページアップ、ページダウンキーでスライドを切り替えることができます。2枚目のスライドに何か書いてみます。ちょっと話すのを忘れてましたけど、カラーピッカーの下はパレットになっていて、作成した色をドラッグドロップでストックできます。
あと、ストロークデータが描画順になっていることに着目して、アニメーション表示できるようにもしてみました。ここでアニメーションの再生速度を設定します。そして F7 キーを押すと描画がアニメーション表示されます。こういう感じですね。今書いた内容を描画順に再生するという機能です。少しゆっくりめに再生してみます。スライドを切り替えるときに自動的にアニメーション再生する機能も追加しました。スライド2に切り替えると自動的にアニメーションを開始することができるんです。実際に使えるか使えないかはちょっとわからないのですが、面白そうなので作ってみました。あと、一つ機能として追加したいのは半透明機能でしょうか。スライドを半透明表示し、デスクトップ画面を見えるようにするってやつです。今実装方法を考えているんですが、Windows だと、ウィンドウを半透明にする方法はいくつかあるんですよね。私が知っているのは Windows 2000から使えるレイヤード Window API と Windows Vista か7から使えるコンポジション API を使う方法の2種類なんですよね。おそらくコンポジション API を使うのが現代的だと思うんですけど、まずレイヤード Window で試してみています。まあどっちでもいいっちゃいいんですが、パフォーマンスはコンポジション API の方が GPU に重ね合わせを任せられるんで軽いようなんですが、ちょっとレイヤードウィンドウを試してみます。まだきちんと実装してない状態なので、レイヤードウィンドウにするコードはコメントアウトしてます。この API は20年以上前のものなんですよね。このあたりいじって、API のみでアプリを作っていた頃を思い出しましたね。まだ使えるんだっていう驚きもありました。ウィンドウの拡張スタイルをレイヤードウィンドウにして、そして半透明の値をセットするんですよね。これでちょっと起動してみます。するとですね、このようにホワイトボードが透けて、デスクトップが見えるようになるんですよね。まあこんな感じでソースコードに話しながら手書きでコメント入れたりできるといいなと思ってるところです。動画をご視聴いただきありがとうございました。このアプリケーションは OpenShift3D というライブラリを使用しています。このような素晴らしいライブラリを開発、メンテし続けている作者、コントリビューター及び関係者の皆様に感謝いたします。この動画は Reaper、ボイスボックスを使用して作成しました。またナレーションにはホワイトカルという音声ライブラリを使用しています。このような素晴らしいアプリケーションを作成した皆様に感謝いたします。BGM は YouTube のオーディオライブラリにあったジェレミー・ブレイクさんのパワーアップという曲を使用しています。